おはようございます。なでしかまとです。いよいよ Apple 初のヘッドセット Apple Vision Pro が発売されました。僕も実際触ってみてレビュー動画を投稿したりしたんですが、感想としては一つのヘッドセットとしてね、かなり高性能でいろんなことができて楽しかったっていうのはね、もちろんあるんですが、気になるのはやはり日常的に使える製品なのかどうかですよね。実際に装着してみてもやっぱりデバイス自体がかなり重くて大きいし、周りを見渡せば PC やスマホがあるので、そんな中でね、このヘッドセットっていうデバイスがどういう感じでね、こう日常で使うようになっていくのかっていうのはね、かなり気になるところだと思います。ということで今回は Apple Vision Pro がよりね、日常的に使えるかどうかを確かめるべく一日中つけてみたいと思います。ビジョンプロを実際に装着している動画ってあんまりまだないと思うので、ぜひね、この動画も最後まで楽しんでいってください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。そして前回に引き続き今回の動画も Weverse ラボの提供でお送りします。 Apple Vision Pro を含む XR コンテンツの開発を行う Weverse ラボの今後の活躍が楽しみです。ということで早速 Apple Vision Pro をつけながら外をね、歩いてみました。前回のレビュー動画では室内でね、いろいろ触ってみたので、外出先でも使えるのかどうかやっぱ気になっちゃうじゃないですか。周りの目線とか実際にね、ユーザーがどのように見えてるのかとかね、結構ね、かなり重要なところだと思います。ちなみに技的系の話は特例申請済みなので安心してください。で、皆さんどうですかね、これをつけてる人が街中に溢れる未来想像できますかね。ぶっちゃけまだちょっと違和感すごいですよね。僕もそう思います。僕自身がビジョンプロをかけてる人の隣を一緒に歩くっていうのがちょっとかなり抵抗があって、やっぱ見た目のインパクトでかいじゃないですか。半端ないじゃないですか。ゴーグルがでかいしテカるし光るし、そりゃ目立ちますわねみたいな話を前回のレビュー動画でしたと思うんですけど、今回はね、実際に自分がかけた時、自分がね、どういう気持ちになるのかみたいなのをね、これで体験できます。装着してる人を隣で見る分にはすごい違和感あったんですが、今回ね、自分で装着した場合はなんか不思議とね、何も感じなくなるんですよね。ヘッドセット自体が装着するわけなので、自分の視界に映らないからなのか、ディスプレイ越しに見える人々がもはや NPCG 見てるからなのかちょっとわかんないんですけど、つけてる本人はね、だんだんなんとも思わなくなるんだと思います。僕がそうなりましたね。で、人の視線なんですが、意外とほぼ感じなかったんですよね。あんまり見られませんでした。日本人ってやっぱりシャイなのかちょっとわかんないんですけど、基本的にこっちを見ないかで、見られたとしてもやっぱチラ見程度でね、特に写真を撮ったりとか凝視されるみたいなことはほぼなかったですね。そもそも日本国内で Apple Vision Pro の知名度がまだまだないだけかもしれませんが、人の目ってあんまり気にしなくても良さそうですね。ちなみに警察の人とね、完全にすれ違ったんですけど、これね、職質されるなってもう覚悟してたんですけど、意外とね、職質されなかったとかも特に何事もなかったので、問題ないのかもしれませんね。で、パススルーの画質についてなんですが、これね、意外とね、普通に出歩けるレベルで画質はいいです。もちろん裸眼と比べたらね、画質落ちちゃうんですけど、道を普通に歩くぐらいなら全然余裕ですね。ヘッドセットのパススルーの画質はやっぱどんどん進化してますわ。ピコ4のパススルーと違って立体感がちゃんとあるので、物と物の距離感がちゃんとわかるし、クエスト3のパススルーのように空間がね、歪むこともないんですよ。クエスト3って手を近づけたりしたら画面がグニャングニャンになってすごい気持ち悪いみたいなあるじゃないですか。ビジョンプロのパススルーには画面が歪むことがありません。クエストプロのように色が変な感じになったりとか、画面を見てもね、白飛びするようなこともありません。Apple Vision Pro さすが歴代最強レベルのパススルー画質ですよね。確実に技術は進化しています。ただしやはり視野角がね、ちょっと狭くなりますね。ちょっと怖いですね。これは具体的に言うと左右真横がね、見えなくなりますね。あとは足元も見えなくなるので、若干ちょっと怖いなみたいなところはあります。人間との距離に余裕がある広い道とか、人が少ないところなら全く問題ないんですけど、かなりね、狭い場所とか人混みの駅構内とかだとちょっとやばそうですよね。人間って他人とぶつからないように無意識のうちに回避行動をしてるじゃないですか。横から割り込んでくる人から離れたりとかね、そういう無意識の回避行動をしてると思うんですけど、それがね、鈍くなっちゃう気がします。何より自分の肩が見えないので、他人とね、ぶつかるかどうかの距離感がね、かなり測りづらいところがあると思うんですよね。なので人混みとかではね、裸眼を使った方が良さそうです。ちなみに Apple Vision Pro の録画映像はこんな感じの画質です。悪くはないけどそんなに良くも
もないですよね。欲を言えばもうちょっと画質は上げてほしいなっていうところがあります。で、この日って結構太陽が眩しかったんですよね。裸眼だとこう細めにしないとね、かなり目開けるのきつい時だったんですが、Apple Vision Pro 越しだとこう日光がね抑えられてるので全然眩しくないんですよね。そういうサングラス的な使い方がもしかしたらいいのかなみたいな思ったり思わなかったり、ビジョンプロを外した時の世界の眩しさに驚きます。色味に関してはこのなんていうのかな、鮮やかさ的な色のサイドがね落ちる感じがやっぱりありますね。もちろん太陽が眩しいとよりねサイドが落ちる傾向があると思うんですが、もうちょっとね鮮やかな世界を楽しみたいなとも思いますよね。こんな感じで画質自体はねやっぱりどうあがいても裸眼の劣化になっちゃうので、今後進化するとしたらコナン君メガネみたいに望遠鏡機能がついたりとか、あとはサーモグラフィーとか暗視ゴーグル的な機能がつくと、コストはともかく便利になるような感じはしますよね。裸眼よりもむしろ便利になるかどうかがこのヘッドセットデバイスの普及の鍵になるのかなとか思ったり思わなかったり。ちなみに新宿御苑の中は撮影禁止なのでここまでです。昔はスマートフォンいじってるだけでも異様な光景だったじゃないですか。ただ気づいたらね、もう電車乗ったらもう誰もがスマホいじってるみたいな感じになっちゃってるじゃないですか。ヘッドセットがそうなっていくのかはちょっとね分かんなかったんですけど、今後も調べていこうと思います。この辺りに SF 感があってワクワクしますよね。Apple Vision Pro で料理ができるか試してみようと思います。今日のご飯は世界のカップヌードル、パクチー香るトムヤンくん。やっぱカップ麺って一番トムヤンくんが美味しいですよね。Apple Vision Pro やっぱパススルー映像の画質めっちゃいいんで普通に文字読めますね。熱量 354kcal、タンパク質 7.8g、 糖質脂質ちょっと見づらいかな。なんか距離によってちょっとピントが合わない合うあるかもしれませんね。この辺だと結構ピント合うんですけど、だんだん近づけていくとだんだんこの辺でちょっとピント合わなくなるかもしれません。ちょっとピント合ってないですね。なんであんまり近づけすぎると逆に読みにくいみたいなことがあるかもしれません。でもこんだけ読めたらね十分なんじゃないかな。少なくともねクエスト3のパススルー画質と比べたらだいぶ良くなってると思うので、技術の進化を感じますよね。お湯が沸いたんで注ぎます。それであれやりたかったんですよね。このアプリ開いてこれねさっき入れてきたんですよ。どれだっけ、これだ、サウスソースタイマーってやつ。これねこれあったでしょ。これ Twitter でめっちゃバズってたでしょ。これでねキッチンタイマーできるんですよ。これでね3分測っていこうと思います。ちなみにこのキッチンタイマープラスのとこを押すとねこんな感じで5秒とか1分3分5分10分でカスタムでねいろいろ出せて、これ多分無限に出せるんでしょうね。でつまむとね好きなところに配置できます。PC モニターで今 VR チャットやってるんですけど結構普通に見えますね。画質だいぶいい気がします。クエストプロとかと違ってちゃんとね画面がめっちゃ滑らかに見えますね。色飛びみたいなのもしないのでかなり自然に見えると思います。若干やっぱ裸眼と比べたらねやっぱ裸眼の方が画質がいいんでそれはしょうがないんですけど、こんだけ見えたら十分でしょう。画面越しで文字も普通に読めますね。 VR チャットへようこそとか普通に読めますね。これ結構やっぱパソコンしながらビジョンプロかけてても全然問題ないんじゃないだろうか。通天閣があるのはこっち、たこ焼きが有名なのはこっち、〇〇スカイツリーがこっち。はい、JP チュートリアル来ました。これ結構ねやっぱ文字がいっぱいあっていい感じだと思います。奥のちっちゃい文字も普通に読めますね。オール通知をすべて表示します。フレンドリクエストフレンド申請一覧です。インバイト招待通知です。普通に読めますね。こんだけ読めたらもう十分なんじゃないかな。ギリギリこの正面のポスターがこれでちょっと読めないぐらいですかね。近づいたら読めてくるね。相模屋ワールドに設置されている以外にも本ちゃらか。ドーン3分沸きました。それではいただきます。あれですね、目元口元全く見えないのでこれちょっとかなり難しいかもしれない。よその会社の機材やからな、汚せないよね。いただきます。美味しい。カップ麺食べたらもう一瞬で湯気でも曇っちゃいますよね。ちょっとカップ麺向きではないかもしれません。美味しいけどやっぱちょっと
食べづらいですね。口元見えないからちょっと食べづらいし、曇っちゃうんで、冷たい料理だともしかしたらいいかもしれませんね。あとちっちゃいなんか枝豆とか、ちっちゃい系の食べ物だったら食べやすい気がする。Apple Vision Pro のおそらく今のところ一番実用的な使い方が PC 画面のミラーリングだと思います。Apple 製品なので Mac の画面はこんな感じでね、デフォルトでミラーリングに対応しています。もちろんキーボードやマウス操作にも対応しています。普通に使えますね。この時 Mac 側のモニターは真っ黒の映像になります。今はデスクトップ型の Mac Studio を使ってるんですが、ノート PC タイプの MacBook を新幹線とかで使う時に PC 側のモニターを消せるので、セキュリティとかプライバシー的に安心みたいなね、そういう使い方もできるんじゃないかと思います。ちなみに Apple Vision Pro 4V8 レンダリングがかかっています。 PSVR2 や Valve AR とかにもついていた視線の先以外の画質を落としてパフォーマンスを上げる的な機能ですよね。録画で見ると 4V8 レンダリングがかかってることがよくわかると思います。ただ実際に Vision Pro を被ってる時は全く気づかないので、かなり自然に目線に追従してくれることがわかります。こんな感じで Mac はね、超簡単にミラーリングできるんですが、ただ僕を含む既存の VR ユーザーの場合は大抵 Windows ユーザーだと思うんですよね。以前 YouTube ライブでアンケートした時は Windows ユーザーが大体 80%、Mac ユーザーが大体 15%、残りがどちらも持ってない人というアンケート結果になったのを覚えてます。でもやっぱり Windows でミラーリングしたいじゃないですか。なんでいろいろ調べてみたところ、どうやら Steam リンクのアプリが使えるっぽいです。Steam リンクってSteam のゲームをね、リモートで遊ぶためのアプリなんですが、これ以前クエスト3も対応していて、ちょっと記憶に新しいですよね。で Steam リンクが使えるイコール Windows のモニター画面をそのまま出せるっていうことなので、実際にやってみたらこんな感じです。普通にね Windows ミラーリングできました。割と普通に使えますかね。でもちょっと画質的にはね全く申し分はないとは思うんですが、マウスの遅延がちょっと若干ストレスみたいなところありますね。 Mac のミラーリングでは、特にストレス感じなかったので、やっぱ若干遅延があるんでしょうね。あとデュアルモニターができません。僕の PC はね画面2つ使って、デュアルモニターしてるんですが、Steam リンクはね1画面のみしか一度に表示できなくて、マウスを画面端にしたら映像が切り替わるみたいな感じなんですが、2画面同時には出せない感じですね。あとこの画面端っこについてはこの Steam リンク特有のUI がね若干邪魔だったりするんですけど、こんな感じでちょっと気になる点はいくつかありますね。Windows でもねミラーリングできんことはないんですが、やはりね Mac ミラーリングの方が優れています。やはり Apple Vision Pro は Apple エコシステム内において最大のパフォーマンスを発揮するところがあると思います。ただ Apple Vision Pro のブラウザアプリ、サファリなんですけど、サファリだったら無限に画面出し放題なんで、これと組み合わせたらねPC モニタープラスサファリ出し放題みたいな感じで、めちゃめちゃマルチモニターみたいな、そういう使い方はできますよね。Twitter を横目に、あと音楽を流しながらとかね、そんな感じで、できちゃうんですが、やはりね Windows PC 画面をそのままマルチモニター化したいので、もしくはマイクロソフトさん Windows Vision Pro を発売してください。ちなみに Steam リンクなのでゲームもね普通に遊べちゃいます。だからむしろこっちがね本来の使い方なんですけど、なぜかねゲームの方が応答がいいんですよね。マウス操作かなり快適なんですよ。あんまり遅延感じませんね。比較しやすいように、これね奥の PC モニターと、あと手前の画面がVision Pro でねミラーリングしてる映像なんですけど、どうですかね、映像の遅延はほぼほぼないと思います。実際に遊んでても特に映像の遅延がストレスだなみたいなことはね感じなかったので、無線環境にもよると思うんですけど、少なくともブラウジングしてるよりかははるかにストレスフリーでした。どうしてブラウジングしている時よりも地球防衛軍してる時の方がマウスがキビキビ動くんですかね。よくわかんないんですけど、いい感じのミラーリングアプリがあったらぜひコメントで教えてください。ということで Apple Vision Pro をね一日中つけっぱなしにしてみたんですが、感想としてはね、やっぱちょっとしんどいですよね。何がともやちょっとやっぱしんどいです。もう重たくてでかくてちょっと無理ですね。Apple Vision Pro って重量がね全面に偏ってて、もう重量バランス終わってるんですよね。終わってるのでもうほっぺたがもう痛いんですよ。寝ながら使ってても余裕でもうほっぺた痛くなりますよね。Apple は多分これを一日中外さなくても過ごせるようにみたいなことをねしたいとは思うんですが、さすがにちょっとまだ無理ありますよね。ちょっとなか
かなかしんどいです。やはり小型軽量化はね、必要になってくると思いますが、このあたりはね、多分時間が解決してくれると思うので、Apple Vision Pro 2とかね、Apple Vision Air が出るのをね、楽しみにしておきましょう。今回はね、ハードウェア寄りの紹介になったんですが、次回はね、どんなアプリが起動できるのかみたいなのをね、紹介できたらなっていう風に思います。なでしこやまとチャンネルでは、Apple Vision Pro 以外にも、クエスト3とかのたくさんの VR、AR デバイスのレビュー動画を投稿しています。こういうヘッドセット型の製品って、スペック表だけ見ても正直微妙で、実際に装着して使ってみないとわからないことがたくさんあるんですね。特に AR とか VR 製品を使ったことない人からしたら何ができるのかよくわからないし、購入するのにもね、かなり勇気がいると思います。だからこそレビュー動画っていうのがありがたかったりしますよね。Apple Vision Pro をレビューした VTuber ってそんなにいないと思うので、ぜひね、チャンネル登録してもらえると新しい動画や配信があった時にすぐわかるし、僕も嬉しいので一石二鳥です。実は僕の動画見てくれてる人の中でチャンネル登録してくれてる割合って3割ぐらいしかいないんですよ。現在10万人登録をね、目指して頑張ってはいるんですが、残り7割の人がね、登録してくれたら案外すぐ行くかもしれませんね。登録ボタンポチポチっとするだけでね、特にね、減るもんもないのでね、動画が面白かったり参考になったっていう人は、チャンネル登録と高評価してもらえると嬉しいです。それではまた別の動画や配信でお会いしましょう。バイバイ。